食った。お、食った。ちょっと良さそうでしたね、今の。食った。多分、加納さん初めて見る魚焼き。山本が作る。はい、こんばんは、村岡正則です。今日のマサッチ釣りチャンネルはおかっぱりシーバス動画です。で、ここはですね、熊本県に来てます。で、熊本のシーバスをね、これから釣ろうと思うんですが、今回もですね、一緒にやってくれるアングラーがいます。どんな人かっていうと、です。そう、もしかして山本くんです。はい、こんにちは。めちゃくちゃ出づらい、これ。めちゃめちゃこの二人引っ張られて出づらいですけど、出てきました。こんにちは。熊本県鉄道の山本貴明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、来ましたね、はるばる。はい、ここはどの辺？天草ですね。完全天草入った。そうです、入ってます。入ってますか。どうも川の調子良くなくて、市内の。はい。まあ見て全然ダメだったんで、今日は天草の海峡エリアに来てみて、まあどうにか釣れないかな。なるほど。釣れないかなって感じ。釣れたらいいなっていう感じの。若干弱気なチョイスで。ちょっと弱気ですね。はい。まあなんとかなると思います。でもね、さっき準備中パコーンってね、一発ボイロンみたいな。全然関係ないところでしてたけど、そういうもんなの。どうもわかんないですね。全然わかんない。全然わかんないですけど、普段来ないんで、もう今から期待できるんじゃないかなと思って。はい。そんなゆるい感じですけど。そうだね。今回はね、山本くんの話も聞きながらいろいろやってみたいと思います。で、ここから投げる感じ。そうです。で、水面高いよね、これ。水面高いですね。まだ4メーターぐらいある？5メーターあるな。花尾さん落ちないようにね。これ落ちそう。だから1メーターは落ちたらやばい。1メーターは余裕を持って。はい。と思いきやすよ。金尾さんが「ああ落ちた!」って「助けて山本君」って言うでしょ。そしたらめっちゃかっこつけてこうやって飛び込むでしょ。そしたらそのままクロールして「金尾さんしょぼっ!」つって泳いでいく。ほらこっちよこっちっつって煽るんだ。めっちゃ煽るタイプです。お前なら泳げるはずだと。いけるだろって本気見せろよっていう戻ってこいしょでしょ。そういう作戦でいきます。その人のね潜在能力を引き出す方に行くわけですね。全振りしてやっていこうかなと思ってます。今日はそういう作戦で釣りしていこうかなっていう。今ボイしたほらボイした本当聞こえなかった。聞こえましたよね。ですよね。何食ってんだろう。わかんないです。何つけてんの？アイザー。とりあえずアイザー。とりあえずなんかあれだな、新発売だからアイザーって感じだな。とりあえず新発売だからとりあえずつけとこうかなと思って今さっきパッケージから出しました。じゃあ俺ガーボッ。ほら。投げよちょっと投げろやる。見たやってる。っていうか潮がさっき止まってたのに全然そんな動いてないですよね。干潮過ぎたぐらい今ですね。何か山本君の話聞く間もなく魚が釣れてなんか10分ぐらいのことでしょ。そんな美味しい話あります？終了したじゃん。でもこれねあれじゃないですか。ボイルはするけどなかなか食わんっていうのがバレた。マジでどれだけ読めたまんまやったらそんなイージー。いやでもボイルしてもマジ食わんパターンってありますからね。あるガボッツ90。特にねこういうなんかよく何食ってるか分かんない時とかってそれに陥りやすい。一般的にはイワシだと思います。なんかあとはちっちゃいタチウオの稚魚みたいな。流れはまあ全然だね。まだ流れてるように見えたけど感じじゃないです。全然ガボッツが正面から帰ってくる。今のあたりめっちゃショートバイトでしたね。大丈夫よ。かぶっちゃうね。山本君もう一本右行ってくれる？違う危な。今普通にこうやって下見て行こうとしたらさよならするとこでしたよ。危ない。金尾さんに煽られる側に回るとこでしたね。煽ってあげたい。上から煽るでしょ。上から煽る。金尾さんは飛び込まんでしょ。でしょうね。動画撮りながら山本君頑張れ。ほらそんなもんじゃないでしょって言ってあんたやれるでしょって言って。なんなのこの仲良し。やりづらい。同い年？いや、金尾さんが1個先輩ですね。いいかさ。いやもうそんなんですよ。お前 Google マップ開けよこれって言われますからね。もう怖いですよ。目合わせれないです怖くて。怖いわ。可愛くてでしょ。そうもう目あったら惚れてまうやろみたいな感じで。それが怖くて目合わせれないっていうのもあるんですけどね。怖いね。どっちも怖い。そうそんな感じ。
どんな感じ。ちょっちょっと今までないトーク展開ですね。昨日までの小鉢と一転してね、軽口飛び交うこれぞ軽口って感じなんだ。私も普段こんな軽口叩くような会話ないですね。ない新鮮だ。ああ、そうですか。でもそこで対応できるのがすごい。本当ですか。さすが釣り業界のジョコビッチって呼んでてさ、初めて聞いた。ジョコビッチどんな人にもちゃんと対応できるってすごくない？なんかテニスプレイヤーで言ったらジョコビッチだなってどんな球でも。剛速球も返すしどんなんでもいけるっていう、多分初心者の球でも返すし、返せない球がないっていうさ。いやすごいな。いるじゃん、釣り業界ダダ滑りする人。いますね。その人たちでもちゃんと拾うんでしょ成立してくの、拾うし。俺もその時は尊敬したもん。すげえ。いや炎上するから言えませんよそんなこやばいやばいやばい。と。やばいやばい。俺の動これじゃやばい画になんかバットがつくかもしれないけどやめましょう。いやいやそれは。やばいやばい。125とかどうかな。いやありだと思います。なんかあんまブリブリ動かしてガーンって感じのイメージじゃないですよね。さよりな感じ。さようりなイメージに近い。細いルアーがしなしなと静かに、ブリブリじゃなくてしなしなの感じをさよりっていう。おしとやかに泳ぐ感じ。そうそうそう。へえとか言ってわかりました。久々聞いたね。今の説明久々聞いた。めっちゃなん無か関心だ。へえ、はいへえ。昨日までなかったよこのへえは。何が違うんですか、かなさん。なんかやっぱ、うん勝手に喋ってるから。誰がですか。いや本当か。俺が勝手にもう喋らせとけばいいかなって。何回目会うの？ 2回目ですよ。マジで？す大ごい。阪で会って。その時も大して喋ってないかな。いや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 。じゃあさっきの車内ここまでの1時間ぐらいの。なんか飯食った後にホテルに戻る道が分かんなくて、うん適当に歩いてた時に、うんなんか俺が1個下って分かったんですよね、うん加納さんが。そしたらその瞬間に「おい Google マップ開けよ」って言ってきてそれですよね、距離が縮まったの。なるほど。そこから波長が合うんだね。しました。下反対側もう届かないところ。対岸側ですよね、普段どんな場所で。基本いつも川ですね。秋の終わりぐらいだけ海やる感じです。基本川でやってて、だから海に来てもよく分かんないんですよ。海は釣れないからですか、時期的に。いやいや、家から川の方が近いんですよ。そうでも川で釣れるなら川で釣ろうっていううんうん。スタイルでも、川から抜けて海しかちょっときついよってなったら海に行く。なるほど。そんな感じのスタイルでやってて、じゃあ基本毎日とか。まあ週5とかじゃないですか。うんすごい。週5ぐらい。もうずっとちっちゃい頃から。そうですね。でもシーバスはそんなめちゃめちゃ歴が長いわけじゃない。そうだよね。バスやってたもんねそうで。す。もともとバスなんで。シーバス何年だろう。6年僕ね、 20歳ぐらいから子供の頃も釣りしてた。そうです。サビキから始まり、うんうんうん。釣り少年。釣り少年、まあ、人生26年、うん。ほぼほぼ釣りしかしてない、そんなもう釣りばっかりしてきたんだ。釣りしかしてないですね。学校も行かずみたいな。下手したらそう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 。生粋の釣りプロなる人ですね。だから釣り以外のことがめちゃ疎いっていうか、うん例えば今流行ってるものとかうん。全然わかんない。なんか同級生のあの時流行ったよねみたいな。うんって感じでいつって。俺釣りしてたからわかんないみたいな。そうでもさっきなんか、うんタイ料理食べたことあるって聞いたらないって言われて衝撃でした。そうまずタイ料理が何か知らないってそうタイいう。料理なんですかって。ああ。トムヤムクンとかって村山さんが言って、でその時もはーんって言ってたけど、うんトムヤムクンが何か分かってないですすごい。お肉やばいお肉料理でもあんじゃん、カップラーメンであんじゃん、トムヤムクン味みたいな。へ食べたことない。ないですね。お肉ですかとか言って。じゃあスルーしちゃってんだなもそうあらゆることをスルーして釣りしてた。う。でも各メーカーの新製品の名前はすぐ覚えみたいな。そうあれなんで覚えられるんだろうね。何なんですかね。結局自分が興味あるからうん興味あることはめっちゃ覚えがいいんですよ。うんうん。興味ないことはそもそも学ぶ気にならない、はい、もうスルーしちゃいますよね完全に。勉強とかは得意だよ。やってると思いますか。いやでもやっじゃあじゃあなんか頭回転早いし。うん4科目だったら得意科目は何だったの4科目って何があるん国語ですか、ね、算数理科社会あで中学校でいやもう英語か得意もあれもないですよね。体育以外全部不得意でした。釣り地三平じゃねえか、はい、体育はできるみたいな。釣り三平そうらしいよな。体育だけですね。
人並み以上にできるのって。運動はもう超得意。運動は得意ですね。運動と釣りと遊び。相撲取り大会で代わりに出て優勝したとか。さすがにそれは小鉢そうらしいんだよね。さすがにですね。もうだってそんな感じじゃないですか。うんうん、だからそのエピソードをこれ誰のエピソードでしょって言ったら多分みんな小鉢さんって言いますもんね。プロレスラーにスカウトされるとかね。それも小鉢さんですね。小鉢さんそういうエピソードはないの？陸上やってたんで、うんうん、その時は熊本県の選抜選手だったんで、うんうん、短距離と、うんうん、高跳びハイジャンあるじゃないですか、うん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 、こういうやつなんか選手が怪我して出れんけん出てって言われて、あ、出たそのパターン、はい、県で5位、はい、しかもみんなこうやって高跳びってこうやって飛ぶ、背面跳び、こうやって、うん、ハイジャンって言うでしょ、うん、俺だけハサミ跳び足がめっちゃダサいでも5位それを5位半端ねえな、それ相当でしょ。多分ハイジャン覚えたら俺食ったお1位になれた。すげえすげえ。おお、食った食った食った。あ、バレた。あ、まだいけるいけるいける。ちなみにルアーブローインの1、2号っす。来た来た来た。で多分巻いちゃダメだ。流して。はい。巻いちゃダメとかある。ある。でさっき言ったじゃないですか。おしとやかにこう。そう。いるよいるよってここにいるよじゃなくて魚に気づかれないようにって感じ。なんでわかるの？経験。雰囲気でそういうことやってたら食ったんで。125にしてる時点でもそういう釣りをやりに行ってるんですけどね。そうだね、うん、まだ流れてないし、意外とこういう時って逆にブリブリ動く系が良かったりもするんですけどね、うん、この水が動いてない時って、うん、でも多分食ってる餌のせいなのかな、何食ってるか知らないですけど多分そのせいだと思う。バラしちゃったな。バラしちゃった貴重な。でもすごいね、いるね。いますね。今のは絶対シーバスだと思う、はい、エラ洗いしましたね。エラ洗いしてたガバガバって。今日はそっち系の釣りかな。ボイルは意外となんか違うところでも起きたりするんですけど、わあ、なんかあと3メーターぐらい右に足場があったらよかったのね。とてもここだとめちゃやりづらいっていう。その上に角に立ちたいぐらいだもんね。下から打てるならまだ食わせやすいですけど、ね、そうだね。なるほど。でもこれは意外と面白い明暗ゲームになるかもしれない。なんかこれ明暗通せば食うみたいな感じじゃないから。サヨリーな感じか。でもサヨリって分かってるわけではないんでしょラザミンとかどうだろうね。ありそうですよね、うん、こういうので食うなら。それこそ水面でパコーンとか言ってたら最高に楽しいですね。楽しいな釣りは。毎日釣りできて幸せ。おお、こうなんかそっちの抜けた側ですね、うん、これ意外とダダ流ししてもいいのかな。うん、こっからこの立ち位置だと。そうだね、俺なんか逆に流しちゃった方が綺麗な入れ方がしづらいから、もう糸だけ先に流して、ダダ流ししてそっちでボイルするから、出た瞬間に食う。いろいろやってみましょう。すげえボイルしてませんスーッと流れが走るとボイルする。ボイルしますね。止まったり速くなったり、今音聞こえました？いや入ってました。それなんで急になぜおねえになったの？俺今びっくりしたんですよ。ああ、びっくりするとおねえになるの。スクスクスーンって音だった。ゴン。やばかった今。いや、お前がやばい。めっちゃ面白いの見ちゃったよ。もう目そらしちゃった、思わず目があって。こいつやばいと思って。わあ、ライズ2連発。今のあたりやばかった。その糸タルンってなっとったけん、ゴンって張った瞬間にもうドンってなったっす。音は聞こえたけど、今のおねはちょっと編集で3回ぐらいいや、だるっ。カナオさんなんかフィッシングショーのやつもちょっとリピートしとったもんな、俺の変なとこ。そうだ。食った。いや、これシーバスか？あ、シーバスっぽい。いや、ヒラかも。ターポンってわかります？ああ、ターポン。有明海。なんかターポン臭いぞこれ。でもターポン意外と最近狙って熊本来られる方多いんですよ。多分カナオさん初めて見る魚。まあシーバスだったらラッキー。でもターポンこんな引くっけ？あ、シーバスだ。村上さんお願いします。すいません。はい。ここに連れてきて。おい。オッケー。やったー。ナイス。よし。ありがとう。さすがじゃないですか。あの山本くんだけあるね。ぐるー。釣れたら喋りたくてしょうがない。四国思い出すな、この陽キャ感。
四国の人たちがもろ陽キャでく釣れたる瞬間からマックスでね。はい、釣れた瞬間からもテンションぶち上げですからね。アップで入れてそろそろ食うかなってとこで一瞬だけ糸をトンって叩いたら食ったっす。おいよー、何食ってんだろう。結構お腹パンパン。なんか結構溜まってますね。それなりに食べてるね。食べてますね。これは多分楽に食える、あんま泳げないベイト食ってるやよしとか。つ。イエイ。いい。幸先いい。いいっすね。まだ釣れるでしょまだ全然いける。全然いける。っていうフラグを立てる。全然いけちゃう。いやなんかいっぱい釣れそう。まだボイルしてるし全ね。然いけますよ。でまだ入れ替わり立ち替わり入ってくるんで。そうなんだ。それは水道部だから。そうです。元気だな。あ、外れた。あ、はい。バイバイ。バイバ隠れました。あ、泳いでた。イ。おー、いいないい鈴木さんですよ。よかった、本当に釣れましたね。すごいなんか釣れないって聞いてたから今日は大変ね、うん。かなと思って。でも今日の村岡さんとかな違う加納さんのツイッターか、あれはさすがにプレッシャーだったしかもあれ仕事終わって家のこと全部やって、そろそろちょっと12時間仮眠しようかなと思って、今何時だろうと思って携帯見て、そのついでにツイッターを開いたんですよ。そしたらあれが出てたんですよやってるわと思ってでもそのままもうずっと起きてましたね。これは寝れんぞと思って。あの山本君ともあろう人が小心者だったというね本当は。まだ釣れるといいな。もうちょっと流れの筋が寄ってきたりして、こっち射程圏内に寄ったタイミングで叩くと、今変に身辺とかでぶち込むよりはいいはず。ちょっと待った方が。なんか釣り人っぽいこと言っちゃった楽しかったっすよ。あ、モテて。なるほど、そうだよな。なんか小学校って絶対的にね、運動できる足速いやつモテるじゃないですか。で俺ね、陸上県の選抜選手でした。で中学校入りますしたらなんかちょっとなんかやんちゃっぽいやつがなんかちょっとモテる時代だったじゃないですか。ちょっと腰パンしてみたりね。そう、ちょっと腰パンしてみたり、なんか学ランみんなこうやって上までボタン閉めとるけど、なんか中に柄物のパーカー着てちょっとボタン開けてみたりみたいな。でなんかまさに極戦に影響されてそういうタイプだったんですよ。我々極戦世代だから。そう。なるほど。小池徹平さんとかがこう、でちょっとチャラい感じでやってたじゃないですか。あんな感じだったんですよ。そうちょっと言い方がよくないなチャラかったんだ。空耳かな。そうまあなんかそれなりに楽しい学校生活を送ってきましたよね。もう高校とかも元女子校の高校だったから、学年女の子200人に男30人みたいな学年。もう確変だ。確変最初から入学式から確変だ。ライズしてる。すげえライズしてる。めっちゃ嬉しい。このタイミングでリーダーが気づいてるかに気づいた。山本君あと3歩右行ってくる。落ちますね落ちますね。すげえ。境目より左でやるのは非常に辛い。あんなでかいのにあいつ消えたぞってなって下から声聞こえるみたいなちょっと金尾さんあー出たのにそんな一回俺リーダー結びます。あ、傷ついてる。じゃあちょっとチャンスタイムでしょ。もうなんかなんていうんですか、それハーレムっていうんかな、ハレンチっていうんかな。ハレンチだいぶ違う。ハーレムかハーレム。まあやってることはそうだったんでしょうけどハレンチってそうそれなりにね楽しい学校生活でした。いいなそう高校生の時にてか中3で178だったかな。はい。で高校生で182とかで、そっからもう1年に1センチずつぐらい伸びてるんですよ。で俺この前ですね YouTube で見たんですけど、俺身長186って表で言ってるんですよ。そしたら高橋君本当のことばらしてた。なんか村岡さんとのライブ配信で、あいつ186とか言ってるけど絶対190あるわみたいなあいつ逆サバしてるんですよみたいな話してて、マジもうだるい言わんでよとか思ってなんでそうやって言うと思って高橋君
めてよみたいな逆さばしてます一応。だから健康診断とか身長測るでしょ、それでこうやってしてる。なんで？いやもうなんか嫌なんですよ、大きすぎて。でも最近大谷翔平さんが活躍してくれてることでなんか身長190ってやっぱ言おうかなとか最近悩んでますね。そうそうそう、ちょっと体格いい人が活躍して乗っかって俺も本当190あるんですよね言おうかな。もう高橋君バラしちゃったしもう言おうかな。すごいね。まだに伸びなんかいろいろ新しい山本君。いろいろさすがってつくだけ。いやほらもうこれ言われだしたら俺今年大変だな山本さんですかとか言われてだからどういうリアクションするの作るよ T シャツ。山本 T 作ったじゃん。T どどんなデザインにしようかな。めちゃめちゃダサいじゃないですかT って聞こえは。めっちゃかっこいいやつ作ったりとかね。それでめっちゃスタイリッシュなのによく見たらってやつそれがいいですよね。可愛い女の子なんて服着てんだってよく見たらダッサていうかもう全然陽キャだね。陽キャなんかな。どっちだろうねって言ってたんだよね。好きな女の子の前ではシャイかも。なんでそんな好感度上げようとしてるの。本当になんかありません？男の人でも女性でもあるんですけど本命の人にはなかなか好かれないみたいなよく聞きません？全員そうでしょ。やっぱそうなんですかね。やっぱ意識しちゃいますよね、俺も本当そのタイプでうわ興味なさそうな相づちだなあ入ってますちゃんと今カメラ。金尾さんの声ちょっと待って釣れんかな。ボイルつってなんかめっちゃ荒ぶってません？なんか追っかけ回してるね。めっちゃ荒ぶってるなあいつ。何食ってんだろう。食い方なんですかね。なんか追い食いみたいな。逃げてようやく食べれましたみたいな。ちっちゃいエビ追ってる時の食い方みたいなして。ショートバイトがあったんですよね。一瞬走った瞬間だな。バババってなんですか。これ今日ブローイン125とやったやつの日かもしれない。私も125に戻します。あれ違うな、これ140。いや今なんかちょっと大きい気がしましたよ。振りかぶった重みであれなんか俺も今ここにルアーぶら下がってあれちょっと俺のより大きいかなと思って一瞬125こんなに荷重来ないぞって思ったけど、まあ、一応巻いてみる。いやー楽しいこれ。あ125だ。なんかねなんか不安になっちゃうよね。ちゃんと手に取る125だよね。125なんで一生重いんだ。俺じゃあ一回こっち側で下側でダダ流し作戦やってみます、はい、今こっちで村岡さん明暗のライン引いてるじゃないですか。で俺も明暗のライン引こうすると2人ともガッシャーンってなっちゃうから俺はもう投げてそこから糸だけこうやって下側に流してさっき下側で一発ボイルしたでしょ。そいつらを狙う。この表側じゃなくてで意外とねこの暗い中でいいサイズが出たりするんで際にはちっちゃいのが食ってて奥側にちょっといいのがいたりしてっていうやつらを狙っていこうかな。いいです。どんな大きさ？飛びです飛び。ああじゃあもうあれかけたらフェーって糸全部両手広げたぐらいのもうこうやってすごい音だったね。すごい音だったな。座布団があれがかからんことを願う。かかったらやばいやつだ。あれやばいっす。糸全部持ってかれるかも切るかどっちかです。2択。したらもう頑張って戦うしかない。でもめっちゃバーレする。もうバンバンやりながらこうやって、もうドケドケってやりながら泳ぎ回るからあれかけたら地獄ですよ。やっぱ彼らも餌食いたいんでこうやってシーバスがおるようなところうろついてるんですよ。そこに置いてんの何？食った。イカ？お、俺モンゴウイカじゃないですか。ねえ。違うトビエ。トビエ。怖い。タモよーい。トビエだ。すげえ。トビエの赤ちゃん。あ、ヒット中。トビエの赤ちゃん。ヒット中。タモよーい。かわいいトビエ。ほら。あれターポン？あ、ターポンだ。トビエと合体。金尾さんあれターポン。ターポン見て目が赤く光ってる。目が赤いでしょ。そしてトビエが逃げる。ターポン。うわ入れ。あいった。あ入ら。しかもこのターポンでっか。かわした。うまいな。自分めちゃめちゃうまいな。
オッケー。シーバスじゃないけどこれ有明海名物ですよね。筑後川で一回釣ったことがある。しかもでかい。これでけえわ。前釣ったのとは全然違う。ターポンでっか。なんか古代魚みたいな見た目してるんですよ。見てこの薄い、そう薄っぺらい。薄っぺらい。目が浅いんだ。縦で持つとさよりみたいなこうすごいエラがなんか暴れ方がまたちょっね、独特でしょ。ブロインで食いました。と赤ちゃんのそのペシペシとか魚のおもちゃみたいな。なんすかそれ流行ってるんですか。知らないです。魚のおもちゃがある。はい、こうやって寝てみたいな。やだな、魚にやられたくないわ。それはお母ちゃんにやってほしいわ。目がします。目が赤いんだね。中の血管の赤だよね、あれね。毛細血管の。はい、バイバイ。バイバイ。あ、ロールすんだね。あ、おーすごいロール本当だしてんだ。ロールしてるわ。ダヴィンチみたいな動ダきじゃん。ヴィンチですね。しかも普通にいいサイズっていう。ああ、サイズ測ればよかった。自己記録だったのに。あ、電気泳いでった泳いでった。よし。最近はなんか四国の方にもいるらしいですけど、基本は有明海ばっかり。すごい鱗がジンジラジンだ。本当だ。臭いでしょ。めっ臭いちゃ臭いですよね。多分臭いんじゃないかなと思ったら臭かった。めっちゃ臭いです彼ら。そう。爪垢かがると同じシーンでそう嗅ぎたくなるんですよ。臭いの分かってるけど、はーって感じのね。一息つくやつ。猫がおしっことかうんちしたと必ず嗅ぐじゃん。あれと一緒あれとですよ。一緒ですよね。本能ですよ、本能。くんくんふはーみたいな。最初のビールの一口みたいな感じ。大丈夫ですか。今度釣れたらちょっと金尾さんに鱗1枚プレゼントしよう。そうだね。お土産で家まで持って帰ってもらって、鱗パック。はい、でちゃんと家まで持って帰ったよっていう確認作業のね、インスタのストーリーに載せてください。山本君からもらったターポンの鱗嬉しいっつってありがとうっつって。この間高知で平野のところでなんか釣った時に、うんサンダルの裏になんかの魚うんが鱗っすか。なんだったっけな。シーバスが吐き出したヒイラギ、かなり消化が進んだヒイラギを踏んだの。最悪や。ホテルに帰ってからめっちゃ臭いでしょ。めっちゃ臭くてなんだこの子はみたいな。切ない。嫌だなそれ。そんなに部屋は歩き回んなかった。よ歩き回らなかったです。かった。だからやっぱね、入り口で脱ぐのが大事なんだよ。万が一があるから。これもターポン臭いんだよなちょっと。お、もうコツ掴んじゃった。掴んじゃった早い。すごい。頼む。まあでもターポンだったらターポンで加納さんにプレゼントできるけいいか。いらない。意地でも持って帰らせる。こっそり車の中に置いて帰る。俺の車の中に。やばいっつってそれは。はいシーバス。シーバス。いいな。ちょっとサイズアップかな。イエオッケーありがとうございます。ちょっとサイズアップ。ありがとうございます。一回り大きくなりました。なんかちょっと大きくなってるもし。60センチあるね。そのカラーいいね。いやこれ覚えてます。村岡さんタクバトル。ああ、そうだね。これがドンピシャだよっつって投げてたやつです。あ、125でもそのカラー。125はですね、あれはあの時は違う。チャートでした。俺が140でね、何でしたか。サイズこれはシーバスです。シーバス。鈴木。ちゃんと鈴木さんです。チリ。すごいすごい。あのって感じ。来た。来た。働き山本がぐるーもうやだ陽キャ。それ星さんにも言われたなこの前。星さんにももう山本さんちょっと陽キャ疲れる。陽キャなんか富山君とライブ配信した時言われたんですよ。
富山くんと山本くんはちょっと陽キャすぎて僕ついていけないっすって言ってはいってらっしゃい。バイトはショートバイトなんですよ。いいはい四国と同じノリだ。そうなんですか。全ての動作に声がつくってねあいいとかウェイとかさいやいい鈴木サンキュー3級です62、3センチあるね、 62、3ってとこですね。俺に逃がすありがとうございますあお逃げたもうあっさりシュンとバイバイ。ありがとうございますありがとうございます。小バッチさんとみんなで俺にプレッシャーかけるあの映像も使ってくださいね、かなおさん。熊本は1日なんですか。鹿児島は2日あったんですけど、熊本は1日ってなるとちょっと山本君プレッシャーそうですね。まあでも山本君だからさ山本君なら大丈夫ですね。山本君山本君なら大丈夫ですね。俺小バッチさんに LINE しようかな、嬉しいけ。何小バッチさんほらーって今日何匹釣っちょっと待って、小バッチさんの会何匹釣るんですか。2日間2匹2。よし、じゃああと2釣ろ夜だからねう。そう、確かに夜だからねナイトゲームなんで。やっぱ昼と夜でないああもう全然全然違います。全然違いますデイは本当難しい。だってここだって昼間になったらこんな明暗ないですか。ただ薄い影と明るいところがあるぐらいで、魚の付きも全然違うし、あ、気持ちいいっす。そうだね気持ちいい。なんかこの海沿い走るだけでめっちゃ気持ちいいです。ね、すごいもうずっと走ってたかったもん。夕方のめっちゃ綺麗だった。いいっすよね、あの道。俺たちの通学路みたいなもんですよ。いつも見ながら島原の島が薄く見えたら、あ、今日空気霞んでんなみたいな。で綺麗に見えるときは島原走ってる車のライトが見えて、うわー綺麗と思って眺めながら天草に行くっていう素敵な休日を過ごしてますから。じゃあ休みの日はずっと釣り。うわー、釣りぐらいしかすることないですね。趣味ないんですよ。趣味がなくて、まあ、釣りもなんかもう趣味ではない。まあ釣りがいたんですけど言われたんですよ、趣味を仕事にしたら辛いよって。でも中学生ぐらいからずっとトーナメント出てたから、なんかもう釣りイコール戦いみたいな子供の頃からだからなんかもう今でも例えば釣り場で並んでたらもう一番釣りたいなるほどね一番釣りたい。トーナメントっていう仕組みがあるの。そう重さで戦うんですよ。そうブラックバスとかで何時から何時までって決められてて、その間に3匹の釣った合計の重さで勝負みたいな。だから例えば長い魚釣っても軽かったらあんまり意味ないしみたいな。だからコンディションいい魚のポジションとか食うタイミングを絞ってっていうスタイルが今自分のシーバスでもそのまま来ちゃって、だから初場所が大の苦手なんですね。で掘り下げていくのが得意なんだ。そうですそうです。掘り下げたら得意って詰め将棋というか、詰めて詰めて詰めて、要はその詰めてる時っても釣れてないんで、坊主食らって坊主食らって詰めて詰めて、もう最後とかにもうバババババって一気に釣るっていうスタイルなんで。じゃあ山本が初場所に行くみたいな企画面白そういじめですねそれはでも最後バババが出るんでしょ。そうでも多分3日間とかも4日間あれば、ういや2日で行けるでしょ。いや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 、だようわー出た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 。限って3日はいらないでしょ。俺で3日なんだから。何言ってんすか。だったら4日いるじゃないですかいやいや俺程度で3日でできるんだから、山本君なら2日で、やばいぞ。なんなら24時間いただければ。やばいぞやばいぞ、これやばい流れになってきましたこれ今後ブルーブルーからロケでいじめを受けるかもしれないそういう時ってどこに相談したいんですかね。私に相談してくれ。じゃあ金尾さんにしようそう、金尾さんが大将だから金尾さんに言えばいいんだ。村岡さんからロケでのいじめを受けるじゃないですか。でもう社長にやられたらどうしようってなるじゃないですか。そしたらこっちに行くんだオッケー乗らない。オッケーオッケー、頑張れ。頑張れって思いました。何も解決にならない何も解決されんぞ。まだパワーとかの方が全然いいですねちょっと無茶ぶりされるぐらいで全然楽だわ。でもあれ全然何にもやってくださいとか言ってなくて、小鉢さんは勝手にやったんです。金尾さんが裏で胸ぐらつかんだとかじゃなくて金尾さんも結構あれですよね、相手のトーンに合わせてトークするの上手ですよね。すごいよね。なんかもうカメレオンみたい。なんかめっちゃすごいですよね、合わせ能力っていうか。空気読んで喋るのが仕事ですね。こういう反応が返ってくるなって思うからこういう写真する。単純ってことですか。そういうこと。
やべえ、今後かなおさんから連絡来ても仕方しよひどいツイッターでさらそうう。ブロックされるわ、かなおさんお得意の。すぐかなおさんツイッターブロックするけ。バチの写真載せてブロックするでしょ。まあでも予告するけ優しいですよね。ブロックするわっつってなかなかないよね。なんかもうじゃあごめんねブロックするねっつってブロックする。言い方も優しい。4月末までブロックするね。ツイッターなんてさ死じゃん、ブロックされるってだからごめんね殺すねって言われて刺されてんのと一緒だよね。一番辛いやつ。いや面白かった。あれめっちゃ面白かったですね。ブルーブルーの人たち同士の絡みもおもろい、見てて。でも山本くんなんか鶴親父とかと一緒に行ってもすぐ仲良くなるあそうだね、もうあっさりじゃない。ね。へえ、すぐ一頭合してそうなんですか。あいつは見込みあるとか言い出していやー、みんなおっと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 、プレッシャープレッシャー、はいはいはいみたいな。プレッシャープレッシャー。もう君は俺の若い頃に似てるなとか言ってさ、おーっとっとっとなんかおじさんあるあるのあるあるですね。絶対周りはさいや全然だよとか思うんだけどあるあるですね。まあ要は気に入ったってことだからね、そういう時はよく釣り場で言われるもんな、あおっちゃんたちに。ああ、山本君は女若っ子のよう似とんね。そうって言って、似てるって言って、面影ないけどみたいな言って、ねえ似とって。基本褒め言葉だもんね、あれもね。そうですね。周り待って自分自慢だからね、あれねそう、しかもそれがなんか大抵なんかいい話の時にそれを言ってくる。そう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 可愛い、めっちゃ可可愛い愛い。系だよね。しかもめっちゃ嬉しそうな顔して言ってくれるんで、こっちも嬉しくなるもん。あんなまあでもなんかまあ嬉しそうその話から悪い流れないもんなね。いです。大体めちゃくちゃ応援してくれたりね。だからもう川とか行ってももう仲良しのおっちゃんでいっぱいいる。だからなんか一人でご飯食べるの嫌だなとか思ったらコンビニでご飯買って川に行くじゃないですか。で河川敷に座っとったらもう勝手におっちゃんたちと集まってみんなで朝ごはんとか食べたりする。楽しいですよ。みんなで川見ながら「今日はダメね」とか言いながら。ああ乗らないねショートバイトほんと境目だけだね。ですね。さっきから境目ですね。境目のスルスルフっていうので、そうだね、シビアだね。なんかただ巻いてるとあんま食わないんで、ちゃんと調整してさあ食べてって感じってでやるとちゃんとコンって入るけどコンって入るめっちゃ当たりがちっちゃい。3連続ぐらいで乗らない。だろうな。まあ一応食ってんだけどね、多分。食いには来てるはず。何かが違うのか、そもそもそういう餌を食ってるのか。うん、そうちっちゃい餌食ってるとちっちゃく吸い込むんで。チュンってだから全部さっきから外がかりしてるでしょ。口の中入ってない。うお、ちょっと良さそうでしたね今のは。どこだ、暗いとこ暗いだ。方でしたね。あれ届くんじゃない。ただあれどう入れるんだ。アップからこっからだだ流ししていこう。ブローウィン飽きてきちゃったかな。一回アイザー入れてみます。うん、アイザーも良さそう。動きの質もう超おしとやかけなんでこれ。まあイメージでかなおさんみたいな。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘冗談冗談冗談。めちゃくちゃ分かりづらい。今見てる皆さんんってなってると思う。アイザーのあんまりシルエットはっきり出過ぎないようなカラーでいこう。キラキラフラッシングするようなこれブルーブルーカラーアイザー125。なんせ飛ぶんでこのルアーでね、手前でその辺でやってるのが多分あんま大きくなさそうなんですよ。やっぱどうしても沖でやってるやつの方が大きそうだから。でも明るい側でやってるのちっちゃいな。165。おお、ちょっとやりすぎかな。でも沖のやつ一回それで飛ばして。取ったことある？いやないです。ああ村岡さんが釣るイメージをしてました。一回それで釣れと165持ってきておりません。なるほど。はい、持ってきておりません。じゃあせっかくなんで165入れてみよう。食いそうな気がするな。それで食うならめちゃくちゃサヨリっぽいですよね。そうだね。それで食わなければもうちょっと多分シルエットがちっちゃいの食ってんだろうな。165いきます。飛べ飛べ。潜らしたらダメな気がするな。ですよね。上ですよね。上だと思うな。しかもその多分センチもちょっとシビアな気がする。明暗やんの久々。おかっぱり。明暗俺もあんまり普段やんないかったですね。はい。ただナイトゲームが嫌いで、うんうん。お化けが嫌いで。そういえば泣いてたね、一昨日。はい。いや、そう。
うやって釣りしてたんですよね。うんしたらなんか遠くの方で橋の柵を切ってるんですよ。ガン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 って。でこうやって見ても誰もいないなと思って、うんでまあいいやと思ってこうやって釣りしてたらいきなり自分の真横の柵がバーンってなって鳥肌立った。うわーと思って見たら柵揺れてるんですよ。あこれやばいやつやと思ってすいません失礼しましたってもう走って帰って。何それ。で、うん椿原さんいるじゃないですか、うん頭いいじゃないですかあの人だからあの人だったらなんか分かるかもと思って連絡したんですよ。初夏の明暗周りで橋がガーンってなる現象はないかって。そううんでなんか必死にお化けじゃないよって説明してくれたけどなんか最後にやっぱもう無理だみたいな話してきて多分それお化けだわみたいな。そう必死に椿原君は俺をなんか怖がらせないようにお化けじゃないよって説得しようとしてくれたけどやっぱ無理で諦めてましたね彼も。いろんな解説しよう。なんか水道管が通っててうんなんかウォーターハンマーってやつ工事をだね。なんかドーンってなるのが響いてんじゃないのとかで工事とかしてないんですよ近くで全然。でもそれもないっすわみたいなでなんかいろんな説を唱えてくれたんですけどいやないわってなってじゃあなんだってなったらお化けだそうでそんな話してたのすぐ次の話になって3時間ぐらい電話したんか3時間もな。は優しいな椿原。いでもう眠くなったみたいなもう寝ますって言ってなんかもう山本君眠くなってきたって言われてああもうちょっと今眠いっすねって言ったら、寝よっかみたいな好き好き。好きと思って好き本当に優しいですよね、うん、優しいな。優しいそれで一緒に寝ましたねじゃあもう寝ましょうかおやすみなさいって言って2人でおやすみなさいって言って寝ましたうん優しいですよね。ストーリー載せてたらすぐなんか連絡来てあと30分したら電話かけれるけん待っとってってでしょ。なんか結構みんなお兄ちゃんみたいじゃないですか。高橋君もそうやし椿原君もそうだしなんかみんな結構お兄ちゃんキャラあれ？山本君は兄弟は？いますよ。兄貴と妹真ん中なんで、自由な真ん中。いやいやでも、うん兄貴には負けるじゃないですか、うん何やっても負ける。妹だから負けてあげないといけないんですよ。うんだから敗北しかしてない俺なんかブルブルいますよね敗北知らない男みたいな。言っといてくださいここは敗北を知って強くなるんだぞ直接言え直接。羨ましいです。俺敗北しか知らないんで本当上には勝てない下には負けてあげないといけない。だからなんかほらケーキとかねなんかうまく割れない時とかってまず兄貴は俺に勝てるから勝って分取るじゃないですか。で下妹だからで例えばいちごのショートケーキだったらいちごを妹にあげないといけないでしょ。俺に残るのスポンジだけみたいなそんな感じでした。お兄ちゃんって優しいもんだと思ってました。それは多分お兄ちゃんがいないでしょ。いない人の意見ですね。世の中にまあその本当に優しいお兄ちゃんいると思うけど、でもそれ基本俺もお姉ちゃんめっちゃ欲しいです。お姉ちゃんにめっちゃ憧れる優しいお姉ちゃん頑張ったねってポンポンしてほしいもん。お姉ちゃん怖いよね絶対。リアルには。でもお姉ちゃんいる人ってお姉ちゃんってそんないいもんじゃねえぞって言うんですよ結局まあなんか結局そうだ。私めっちゃ優しいお姉ちゃんですよ。あお姉ちゃんなんですか。それ自分で思ってるだけじゃないですか。私めっちゃ優しいけどな。めっちゃ優しい。だっていちごのショートケーキのいちごとかあげるけど。すごい。それはすごい本当に優しい。それは本当に優しいですね。でも、うん妹が出てくる時に、うん待った今日寒いよ。うん上着いらないの。今日あ雨だよ。せっかちお姉ちゃん。おせっかいお姉ちゃん。いやー幸せだうな。ざいっていいな幸せだね。いいな。すげえ幸せだわ。俺もそんなん言われてえな。ちょっと今日雨降るけん傘持ったって言われて。持ってない取ってとか言って言いたいな。結構そういうタイプなんですよね。そっか。みんな兄弟いるんですか。食った。クリアカラー全然上で食ったね。上ですね。何？ブロインはい。クリアカラーに買いました。 125か。あれクリアにホロシールをちょっとだけ貼ってるんですよ。あ自分で？はい。ほうほう。
泳いでる時にそのホロシールだけがこうやって明暗とかでキラッキラッてするけど、ボディフルクリアだからシルエットはっきり見えないですよ。いいなシーバス。ちょっといいサイズっぽい。ああさすが。わあもうあそこなんだよな。嬉しい。熊本でかい。うわでかい。でかっ。でかいこれ。